はい、こんにちは。冒険工務店ジャンクションのヨッシーです。前回の動画から淡路島出張無料工務店 G さん邸ほったらかし外交 DIY お手伝いの動画を公開しているんですが、今回の動画は G さん邸シリーズの間に挟むような形でハイエース住居化計画の続きとなります。ハイエース住居化と言いましても、完全にずっとそこに住むのではなくて、無料工務店で遠方まで行った時に寝泊まりしながらパソコンをしたりですね、今までの軽バンよりは快適に過ごせるように DIY をしていこうということでございます。で、今回なんですけれども、ハイエースのベッドキットとか快適な内装を作るにあたって、最近暑かったり寒かったり寒暖差が激しくて作業がはかどらないということでですね、まずは車内温度を快適にしてエンジンを止めていてもこれからの真夏は涼しく、そして冬は暖かく車内で作業できるような環境を整えたいと思います。はいはい、断熱材ねと思ったそこのあなた、断熱材もぜひやりたいですが、今回は違います。今回はエコフローという以前にも紹介いたしましたっていうか、気に入っていろんな動画で紹介しまくっているポータブルバッテリーの会社が新発売した Wave2 というポータブル冷暖房機を取り付けていきたいと思います。前のモデルだと暖房機能がついていなかったんですが、今回のモデルからは暖房が使えるようになりました。もしこのチャンネル初めて見たよっていう方がいらっしゃいましたら、無料工務店ってなんでハイエースの住居化計画やってるんですかっていう感じだと思いますので、過去の動画を見ていただけるとありがたいなと思います。とか言ってる間にですね、工具類を下ろすことができましたので、早速エコフローポータブル冷暖房機 Wave2 見ていきましょう。よっしゃ、はい、というわけで今回はね、このエコフローの Wave2 っていうね、ポータブル冷暖房機の方ですね、このねハイエース先輩にね、設置していきたいと思います。で、時系列的にはですね、淡路島出張無料工務店の最中やと思うんですよ。今G さん邸のねほったらかし外交の動画を公開していってる最中やと思うんですけれども、もしですねその動画見ていないよという方いらっしゃいましたら、ぜひねそちらの方も見ていただきたいんですけど、このハイエースの住居化計画、車中泊仕様にね、するっていうね、そんな企画も前々回くらいからね続けておりますし、これがねどんどん車中泊仕様になっていく様っていうのをですね、見ていただければと思ってますので、もしこの動画初めて見たよという方いらっしゃいましたら、ぜひですねチャンネル登録して、過去から遡って見ていただいた方が、もしかしたら分かりやすいんじゃないかなと、そんな風に思っております。はい、で、前回のそのハイエースの動画でこのねポール支柱をね4つ溶接して作って取り付けました。でシートもね貼りましたね。で今回はですね、ここのベッドキットを作る前に気温も高くなってきてですね、どんどん暑くなってきたなってね、そう感じる時も多いので、今回の動画ではですね、これからね作業を車内ですることも増えてくるということで、こういうね取り付けとかっていうのを車内でするっていうのもね、締め切ってやるってこともね、そんな動画も出していくことになると思うんですけど、もうまずはねエンジンかけながらじゃなくても作業が快適にできるように、そういう環境をね整えていこうということで、このねエコフローさんが出している Wave2 でねポータブル冷暖房機の方ですねご提供いただきましたので、これの設置ダクトとかねつけないといけなかったりするので、その動画を今回は撮影してみようかなと思っておりますので、ぜひですね今回もお付き合いくださいということで、やっていきます。いやー、改めてね近寄って見てみるとめちゃくちゃかっこいいフォルムしてますね。この Wave2 の本当の詳しいスペックなどは概要欄のリンクもしくは検索で調べていただきたいんですが、説明書に記載のスペックはこんな感じですね。でもこれを見てもなかなか実体験しないとわからないので、今から僕が実際にどんな風に感じたのか見ていただければと思います。とりあえず説明書をパッと見て思ったのは、充電の方法が4通りあるっていうのは心強いですね。 AC 入力、シガーソケット入力、ソーラーは別売りだと思うんですけどソーラー入力、バッテリーパックの入力、の4通りですね。この中で僕が主に使うのは AC とシガーソケットになりますかね。冷房暖房能力の 1500W スラッシュ 1800W とかね書いてある部分とか、一応ねざっくり調べてみたんですけど、一般のエアコンとかと比べようとすると数値の幅がちょっとありすぎて僕にはよくわからなかったので、有識者の方ね見ていらっしゃいましたら、説明書のわかる部分だけでもいいのでコメント欄に記載していただけるとめっちゃ助かります。
うわすげえ。あ、めっちゃ静かや。でこのマイナス10マイナスとプラス16度から30度までで、これは暖房になったのか。あ、これ冷房やな。ここにマークがついてるね。冷房と、あ、違う、夜モードとかやな。マックス夜、なんか葉っぱのマーク。まだ説明書ちゃんと読んでないんで、これ。あ、これで風量。あ、なるほどね。このボタンを押すと水色になって、これが冷房でオレンジになって、これが暖房。なるほどね。あったかいんかな。ちょっと今まだ外なんで分かんないですけど、こんな感じで動きますと。でこのエコフローのポータブルバッテリーね、デルタマックスなんですけど、こいつで動くっていうのがまたいいですよね。はい。もちろんこっちのバッテリーでもね動くんですけど、電源も取ることができます。でハイエースなんで、ここにねAC100V コンセントあるんですけど、エンジン切ってる間はねできないんで、エンジンをかけてる間にこいつを充電して、エンジンを止めたら、こいつで動くみたいな、そんな感じができるというような感じですね。素晴らしい。じゃあちょっとコンセントを抜きまして、一回ねバッテリーで起動させてみたいと思います。で付け方は結構簡単で、こうね乗せて、はい、乗りました。でスライドさす、カチャン、もうこれでひっついてる。でこっち側にこういうねこれがあるんで、これを押しながら引くと取れますよみたいな、そんな感じ。めっちゃ簡単。カチャン。はい。でここにこういうのがあるんで、この AC 使わない場合はこいつを入れると、こうねガチャンと入れるとこれでつくはず。まだつけたことないんですけど。で注意点で書いてあったのは、この AC でこう挿してね使いながら、このねバッテリーも同時に使うとバッテリーのね劣化を早めるということなんで、それだけは注意なんですけど、これは使わない今は。はい。つきました。おー、いいですね。こっちからめっちゃ排気すんのかな。排気っていうか空気が出てくる。でこっちからは、やっぱりダクトが必要みたいですね。新品の匂いする。でこんくらい風出てます。はい、こんくらい風出てます。はい。でこのダクトをねつけていかないといけないんですよね。でインドアの場合は説明書によると、こことここ、違う、こことここに、ダクトをつけないといけないんで、つけていきます。 A とか B とか書いてあるけど、こっち側に A とか B とか書いてないんかな。これ A や。はい。じゃあこれいらんや。今は一旦ね、インドアの場合で使う場合は B をこの形をね、ここ、カチャコン、カチャンです。カチャンで C をこっち、こうカチャン。いいですね。ああ、バッチリ。で細い方こっちかね。そうですね。よし。で細い方をカチャンで、太い方をカチャン。大層やなこれ。なんかなるほどね。Wi-Fi とか Bluetooth とかとつながるんや。で水位表示、水がどんだけ溜まったかとかも見れると。これがここについてます。こいつね、このちっちゃい部品で、これにこうしてここに入れる。はい、カチャン。ちょっと見えづらいと思いますけど、これがあって、こんな感じかな。はい、なるほどね。こっちから吸ってこっちから出してる。だからここはあったかくない。
こっちから吸ってこっちから出して、ここの前からエアコンみたいな出てる、風が出る、そんな感じか。でこのねDIY 用のこの穴、こいつ合ってる穴をこう作らないといけないんで、今からこれは DIY 用の型取りの型なんで、これを作らないといけないんで、今からそれを作ります。はい、ちょっくら買い物に行ってきまして、ジョイントマットなるものとボンドを買ってきました。今回のこのダクトホースを出す穴は簡易的な試作なので、一旦これでいこうということで買ってきたんですが、最初の予定ではジョイントマットを2枚貼り合わす、つもりだったんですが、結局マット1枚で十分そうだったので、ボンドとマット3枚は使いませんでした。今後のハイエース住居化計画でこの試作品をもっといい感じの素材で作っていきたいと思っております。これでとりあえず簡易的なこれができました。うまくはめたらカチッといくんですよ。ちょっとここだけいきますけど、こんだけあるんでね、虫は入ってきづらいかな。すげえめくる。このダクトがこう出ると、もうちょっと近くにねこの本体置かないといけないですけど、一旦これでいけるな。ええやん。よっしゃ。はい、こんな感じ。よいしょ。なかなかおもろいですね。この感じが。外に置いてこれを外から入れるってこともできるんですよ。逆にこっち側に入れる。でもね、盗難とかちょっと心配なんで中に置いときたいですけどね。で今暖房になってます。昼間結構暑いんですけどね、夕方になってくるとちょっと冷えてくるんで、今暖房になってます。で外から見てみると、はい、こんな感じです。いいっすね、いい感じ、ぴったり。はい、今こっから温風が出てきてます。あったか、めちゃくちゃあったかいやん。これは一応動くん。手動？自動？分からんけど、手動でもいいか。全然めっちゃあったかい風出てきてる。でこれ今つけてないんでね、これで設定は28度。ちょっと上げてみるか。これからね冷房を使うんですけど、一旦今暖房でどんだけ暑くなるのみたいな、そんな感じですね。風量マックス。あったか、これめっちゃあったかいぞ。さっきまですごい外暑かったんですけど、今ちょっと寒くなってきたんで暖房つけてます。はい、今回の動画ではちょっと寒かったので暖房しか使っていないんですが、この次の日に昼間に冷房を使ってみたところ、これまためちゃくちゃ涼しくてびっくりしました。普通に車から出てくる冷房と遜色ないくらいの冷たい冷気が出てきますので、これからの季節大活躍してくれそうですね。ちなみにエコフローさんが言っているのは、業界内で最もパワフルな冷暖房能力で、実測値 1500W の冷房使用時、10立米の空間をおよそ5分で35度から25度に冷却できる。重さは 14.5kg で軽量。最大約8時間運転で騒音は44デシベル。冷房使用時は排水不要でそのまま使える。初期型のウェイブよりも 20% 小さくなって 27% パワフル。バッテリーは NCM で容量は 1159Wh で最大出力 700W ということでございます。
ちょっと難しい言葉が並んだので分かりにくかったら申し訳ないんですが、僕の使用した漢字の感想といたしましては、これは革新的やなと。今までは暖房機能のついているポータブルって僕は知らなかったんですが、冷房も暖房も両方使えるっていうのがいいですよね。しかもバッテリーは USB と Type-C のコネクタがついていますので、この Wave2 でスマホとかパソコンの充電もできちゃう。何気にこれもいいなと思いました。ダクトに関しては場所も取るし面倒だなと思う反面、どうしても涼しさや暖かさを求めるのであれば、空気をね取り込んだり排出したりしないといけませんので、仕方のないことなのかなと思っております。暑っ、めっちゃ暑い。暑くなってきた。外気温ね今ね17度いっていつもこいつに当たるんですよ。でもこれがあるとちょっと安心感あるからね。しかも車検これないと通らないらしいんで、まあそんなことは置いといて、今外気温17度16度くらいかな。でちょっと風吹いてて寒いなと思ったんで一旦暖房つけてるんですけど、そのくらいの気温で暖房つけてたらもう暑い。今ねまだ10分経ってないくらいかな。カメラセットしてちょっとこの辺片付けただけなんで10分経ってないくらいなんですけど、もうだいぶ暑いです。はい、汗ばんでは来ない。ちょっとそれは言い過ぎすいません。はい、でもほんまに暑くなってきた。でまあこれマックスの風量でこの静かさなんですけど、正直分かりづらいと思いますけど、僕の体感を信じてもらえるんであれば、僕そんな耳いい方じゃないんですけど、全然静か、マックスでも静か。もうどっちかって言ったらここで中で回ってる何かの音しかしないし、全然大丈夫、静か、満足。無料工務店仕様っていうね、呼び方してるんですけど、そんな感じで、まあ、ここに仮の住まいを作って、ここに寝泊まりしながら道具もごっそり積んで、無料工務店にね遠くまで行くというような形で、それでハイエースねもらってきたんで、そんな感じで今からね、まあ今回の動画これだけになっちゃいましたけど、まあこれとねあれもう DIY 要素っつったらどうやろあれのダクトの丸いの抜くだけみたいな、結局ボンドも使わず何みたいな、4枚1組で買ってきて1枚しか使わんみたいな、そんな感じになっちゃったんですけど、で今回はこのねエコフローのポータブル冷暖房機 Wave2、これご提供していただいてる商品なんで、ご紹介もねプロモーション含むなんですけれども、まあそんな感じで、もうこれは本当に助かる、本当に助かる。無料工務店でね遠くまで行った時にここで寝れるようになるっていうのが現実味を帯びてきました。このハイエースシリーズ、ハイエース住居化計画のこのシリーズの次の動画はですね、このベッドキットを作る感じになると思います。ということでですね、僕もこれ初めてね今日使うんで、もしかしたらですね勘違いしてしまってる部分もあるかもしれませんので、詳しくはですね概要欄に貼ってあるですね Wave2 のリンクはこちらというね、URL を貼っておきますので、そちらの方ね見ていただければありがたいなと思います。はい、ということで、次回の動画は、無料工務店の動画になるかと思いますが、次回の動画もぜひ楽しみにしていただければありがたいなと思います。いや本当に画角がこうなんでちょっとずっと正座のこの体勢でめっちゃ申し訳ないんですけど、そんな感じでございます。はい、もしですねチャンネル登録まだしていないよという方いらっしゃいましたら、チャンネル登録して応援していただけるとありがたいと思っております。で、もうチャンネル登録しているよという方ですね、いつもいいねとコメントありがとうございます。今回もですねいいねとコメントいただけますとめちゃくちゃ励みになりますので、よろしくお願いいたします。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで今回は以上となります。それでは今回はこの辺で、ではまた。